お前らの評価は俺次第。だから俺の言うことを聞くのがお前らの仕事なんだよ。俺の会社の上司はいつもこんなことを口にし、俺たち部下にパワハラ的言動を繰り返していた。ことあるごとに俺たちの仕事の評価は自分が握っていることを強調し、出世を餌に自分の言うことを聞かせようとしてくるのだ。俺たちはいくら上司の発言が理不尽と分かっていても、同期との出世レースに負けたくない、つまらないことで評価を下げられたくないという気持ちから上司に従うしかなく、いつも上司に怯えて仕事をしていた。俺の名前は桜井慎之介、30歳。損害保険の営業をしているサラリーマンだ。大学生の時から付き合っていた翔子と1年前に結婚し、幸せな新婚生活を送っている。プライベートは申し分なく充実していたのだが、仕事では絶え間のないストレスに苦しんでいる。上司である営業部の古田部長が俺たち部下の評価をありえないほど厳しく管理しているのだ。俺たちは営業マンなので、月ごとや四半期ごとの売上目標があり、その達成率が評価基準になる。上司はこれを点数化し、定期的にメールで俺たちに送ってくる。ここまではまあ普通かもしれない。しかし問題は、この点数制に売上達成率以外の項目が存在することだった。平たく言えば、それは上司のご機嫌取りポイントである。仕事中でも仕事以外でも上司の満足するような行動、機嫌を良くするような何かをした場合には、上司からポイントが与えられるのだ。我が社は保険販売が主なビジネスで、営業部隊の人数はかなり多く、同期との競争が激しい。加えて我が社は仕事の評価による給料の差が業界の中でも激しい方で、上司の評価はとても重要なのだ。そんな事情もあり、俺たちはたかが上司の機嫌取りと軽視するわけにもいかず、上司からの多少理不尽な業務外の要求にも応えることが当たり前という雰囲気が出来上がってしまっていた。例えば業務時間中に上司が「おーい、誰かコーヒーと甘いパン買ってきてくれ」と言えば、俺たちの誰かが買いに行くことになり、買ってきたものが上司からポイントを獲得することになる。しかしあろうことか、このコーヒーとパン代、部下の自腹なのだ。それにもかかわらず、上司は決まって「親切でやってくれたんだろう、ありがとな、プラス5ポイント」と言い、俺たちが逆らえないことを分かっていてヘラヘラしている。ありえない話と思われるかもしれないが、事実こうしたことの積み重ねを一番した人が昇給する。実際に昇格しているのをここ数年目の前で見せられている以上、従うしかないのだ。上司より出社が遅かった場合も当然減点の対象になる。うちはフレックスタイム制なので、10時までであれば何時に出社してもいいのだが、このポイント制があるため、皆暗黙のうちに上司が来る前には出社しているのだ。いっそ上司より遅く出社して嫌味の一言二言を言われるだけの方がポイント減点よりよっぽどマシだと思うのだが。ちなみに俺の職場には、お客さんへの営業を主に担当する営業職と、会社で事務作業などを担当する事務職に分かれている。俺たち営業職は評価によって役職につけるか昇給できるかが大きく分かれるが、事務職はほぼ年功序列でしかないので、上司の評価は実質関係ない。事務職の大半は女性で、20代で寿退社をする人も多いため、そこまで上司の機嫌を気にする必要はない。上司もそんな事務職の部下の態度に気づいており、彼女らをこき使うことはない。故に俺たち営業職がコーヒーやパンを買い出しに行っているというわけだ。しかし上司はそんな事務職の女子社員にもセクハラまがい、いやがっつりセクハラ発言をすることは日常茶飯事だ。おー、A さん、最近綺麗になったね。いい出会いでもあった？ B さん、仕事できるね。テキパキしてていいよ。うちの嫁と違っていい嫁になると思うよ。俺が独身だったら絶対狙ってるわ。などあげればキリがないが、とにかく毎日がセクハラのオンパレードで、外部の人間にはとても聞かせられたものではない。それでも女子社員たちの反応はたくましいもので、
上司のセクハラを華麗に裁き、気に留める様子もないのだ。彼女らにとってこの会社での仕事は人生の優先度で言えば決して高くないのだろう。楽しそうにお茶休憩や高級ランチを楽しみ、定時で帰った後は合コンが目白押し。それが彼女らの毎日だ。精一杯日々を楽しみ、いい男探しに余念がなく、時が来たらそれなりの年収の男を捕まえて結婚、仕事をスパッと辞めるといった感じだ。上司のパワハラ事例はまだまだある。俺たちは営業なので、お客さんの接待で飲食店へ行き、その費用を経費で落とすことはよくある。ところが上司はプライベートな飲食についても俺たち部下の名義で経費扱いにしようとしてくるのだ。この被害に遭うのは大抵外回りがなく、就業時間までオフィスに残っていた社員だ。先日運悪く俺と上司だけがオフィスに残っていた日があり、おー桜井、まだ残ってたか。ちょっと飲み行こうや。はい。てっきり俺は居酒屋へ行くものだと思っていたのだが、連れて行かれたのはなんとガールズバー的なお店だった。俺はこの手のお店は苦手で、妻がいる以上気が引けていたのだが、上司に連れられて入ってしまったので、もう逃げられなかった。上司は慣れた様子で女の子たちにベタベタ触りながら、もはや俺のことは忘れてお楽しみだった。とても上司部下の飲みと言えるものではなく、完全に上司のプライベートな趣味に俺が付き合わされていた。俺はケバケバした女にも酒にも興味がなく、すっかり酔っ払って女にデレデレしている上司を呆れながら観察し、時間をやり過ごした。そして日付が変わろうかという頃、上司は急に店を出ようと言い、お会計お願い。領収書は会社宛てで、それと桜井、お前のカードで払っといてな。よろしく。と言ってきたのだ。俺は唖然とした。酒を飲んでいたのはほとんど上司で、それを俺に払わせた挙句、俺名義で会社の経費として申請させようというのか。いや、でもこれ、経費の申請は通らないんじゃないですか。うるせえな。いいからうまいことやっとけよ。今日は特別プラス10ポイントにしてやるからな。俺はここのところ営業成績が悪いことや、来年が昇格のチャンスであることが頭にちらつき、仕方なく了承したのだった。後日このことを同僚に話すと、俺もあったとみんな似たような経験をしていたことが分かった。実際会社の経費で落としているわけなので、経理に使用だとバレない限りは金銭的に損はないため、みんな仕方なく上司の言う通りにしていた。しかし自分の名前を使わずに会社の金で夜遊びとは全くいい身分である。その片棒を担いでしまっている俺たちにも責任はあるのかもしれないが、そして上司の最も悪質なパワハラは営業部での飲み会の時に起こった。営業部では四半期ごとに飲み会をやるのが恒例で、上司と俺たち営業職、事務職の女子たちの基本全員が参加していた。大体は大きな個室を貸し切って行うのだが、部外者が全く見ていないということもあり、上司は文字通りやりたい放題だった。飲み会の序盤から今期営業成績の最下位だったやつに反省スピーチをさせ、罰ゲームに1曲アカペラで歌わせるというギリギリアウトなパワハラをかました上司。もちろんそれで終わるはずがなく、酒が進むにつれパワハラ度合いはエスカレートしていく。おい、なんで俺の横にむさ苦しい野郎どもが座ってんだよ。可愛い女の子にしろよ。たく気が利かねえな、お前らは。と言い放ち、酔っ払った同僚が秋元さんという営業職の女子社員の腕をつかみ、上司の横へと連れて行くと、そうそうってふざけんなよ。こいつ営業職じゃん。っていうか、君さ、なんで営業やってるの？バリバリ働きたいとか？目障りだわ、そういうの。そう言われた秋元さんは一瞬目が血走ったように見えたが、ぐっとこらえて笑顔を保っている。なにガチで働いちゃってんのよ。あの子たち見てごらんよ。楽しそうだよ。君も早くいい男を見つけてやめちゃいなよ。と上司そっちのけで男性社員と合コン乗りで楽しんでいる事務職の女子社員を指さして言った。秋元さんは俺と同期入社で、
容姿端麗な上に営業成績も良く、性格も社交的で明るい、火の打ちどころのない女性だ。俺はなんてことを言うんだと怒りが湧いてきた。しかし散々な言われ方をした当の秋元さんはそれでも笑顔で、いやー、なかなかいい人いないんですよ。誰か紹介してくださいよ。と言い、上司のセクハラをさらりとかわしていた。俺は彼女は強い女性だなと思う一方で、あまりにひどい上司の発言に怒りを覚えていた。それから1時間ほどが経つと、もはや酔っ払った男性社員と事務職の女子たち、上司の合コン状態となり、酒を飲まない俺や秋元さん、俺の2つ下の後輩の田中君以外はカオスの状態だった。上司はというと、事務職の女子たちに囲まれ、両隣の女子の肩を抱き、ガールズバーに行った時と同じありさまになっていた。君は今彼氏いるの？今営業部だったら誰が一番人気なの？もちろん俺の次にって意味だけどな。などと言い、完全に酔っ払った女子たちとケラケラ笑っている。このありさまに未だシラフの俺と秋元さん、田中君は呆れていた。いやー、ひどいっすね。俺はこの春転職してきたからこの飲み会初めてなんですけど、毎回こんな感じなんすか？そうね、毎回あの人がパワハラセクハラ三昧してくるのよ。と秋元さんはキレ気味で答えた。そして、多分あの人は私を昇格させる気なんかないわ。明らかに女性軽視してるもの。私もいい加減頭にきてんのよ。桜井くんと田中くんは？いやー、俺もずっと頭には来てるよ。だけど評価のことがあるし、俺は来年昇格できるかどうかの瀬戸際だし。と俺が戸惑いながら微妙な返事をすると、ダメよそんなんじゃ。どう考えたってあっちが悪いことしてるんだから、いつまでも屈してるなんて間違ってるのよ。私絶対やり返してやるわ。その時は2人も協力してよね。と声量こそ抑えめだったが、力のこもった声で語る彼女に俺と田中君は驚いていた。俺も普段見せない彼女の決意につい、あ、俺にできることだったら何でもするよと言ってしまった。その言葉に偽りはないが、正直彼女が何を企んでいるのだろうかと気になった。そして飲み会がお開きになろうかという時、上司はとんでもない提案をしてきたのだった。よーし、じゃあお代を払う男気のあるやつを決めるぞ。営業職の男子出てこい。あろうことか、上司は営業職の男子の中の誰か一人に飲み会代金を全部払わせようというのだ。もちろんこれも払ったやつはポイント加点ということなのだろう。少し酔いの冷めてきた男子社員たちは少し戸惑いながらもじゃんけんをした。そして不運にも後輩の田中くんがじゃんけんに負けてしまい、10万円以上の飲み会代金を自腹で払うことになってしまった。おーし、田中、いいぞ田中。じゃあみんな田中にお礼言っとけよ。田中プラス20ポイント。ははは。俺たちがさすがにやりすぎではという空気になる中、上司は気にすることもなく、じゃあ二次会カラオケ行くぞ。行くやつら集まれ。と言い、なおも酔いの冷めない連中を半ば強引に連れてその場を去っていった。俺や秋元さんはとんでもない支払いを背負うことになった田中君を慰めながら一緒に駅まで帰ったのだった。翌日、上司の飲み会での態度はさすがにやりすぎだと憤っていた秋元さんと被害を受けた田中君、そして俺の3人は昼休みに会社の食堂に集まっていた。上司への復讐計画を練るためだ。俺たちがあまりに名案を思いついたので興奮気味に話していると、知らないうちに同僚が周りに集まってきていた。上司のポイント制に苦しんでいる男子たちのみならず、事務職の女子たちも興味津々で俺たちの作戦に聞き入っている。どうやら昨日の飲み会の後、カラオケに行った上司は引き続き悲惨なパワハラを行っていたらしい。カラオケの採点で90点を切った男子社員にはカラオケが終わるまで空気椅子をさせられていたとか、女子社員に肩を抱く以上のボディタッチをしたとか、それはもうひどかったのだと同僚たちは教えてくれた。皆これ以上上司に思うようにさせておくのは許せない気持ちだったのだ。俺たちは秋元さんを中心に作戦を立て、実行の時を待った。そして4ヶ月が過ぎ、
次の部の定例飲み会の時期がやってきた。俺はその日、どうしても外せない出張があり、飲み会には出席できなかった。無事、出張先での商談を終え、夕飯をどこで食べようかと迷っていると、上司から電話がかかってきた。おい、桜井、飲み会の場所はメールであったところで合ってるんだよな。今日は現地集合だったよな。はい、そうですけど、どうかされましたか？いや、お店について案内されたんだけど、まだ俺しか来てないんだよ。大丈夫か？大丈夫ですよ。確かにそのお店で予約しているはずですから、もしあれだったら先にやっちゃっててください。みんな今日研修があってちょっと遅れてるんだと思います。すぐ来ますから。おお、そうか。じゃあ先にやってるわ。お前も早く来いよ。はい、失礼します。そう言って電話を切り、俺は出張先で美味しいご飯を堪能した。俺が夕食を食べ終わろうかという頃、また上司から電話がかかってきた。どうやらかなり酔っ払っているようだ。おい、桜井、いつになったらお前ら来るんだ？ 30 人分の飲み会コースがじゃんじゃん来るもんだから、俺がたらふく食っちまったぞ。なのに、この時間になっても誰も来やしないじゃねえか。そうですか。おいこら、そうですかじゃねえだろ。もういい、俺帰るから、お前早く支払いに来い。怒っているんだか笑っているんだかよくわからない上司に戸惑いながら、俺は上司に本当のことを伝えた。今出張先なので無理です。はあ？ですから僕は出張中なのでそちらには行けませんし払えませんよ。はあ？聞いてねえよ。もういい、お前じゃなくてもいいからさっさと誰か連れてきて払わせろ。行くわけないじゃないですか。自分で払ってくださいよ。おいお前、どういうつもりだ？ふざけるなよ。まだ何か騒いでいたが、俺は上司の電話を一方的に切った。そしてもちろん俺たちの誰一人として上司のもとへ駆けつけた者はいなかったのだ。翌日、俺たちが揃って上司よりも遅く出社してくると、上司は真っ赤な顔で怒鳴りつけてきた。お前ら、昨日のあれはどういうつもりだ？ああ、桜井、説明しろ。俺が口を開くより先に、秋元さんが説明を始めた。桜井くんは出張だったので来れませんでした。私たちは行く気もないので行きませんでした。何か文句あります？はあ？何言ってんだお前。俺が昨日いくら一人で支払ったか分かってんのか？知りませんよ。今まであなたが私たちにしてきたことに比べれば、そんなはした金大したことないでしょ。なんだと？お前誰に向かって口聞いてんだ？だいたいお前らの評価はな、俺が握ってるんでしょ。分かったわよ。もううんざりなのよ。あなたのその態度。何様のつもりよ。上司だからって何でも思い通りに部下を動かせると思ってるわけ？冗談じゃないわよ。誰もあんたの元でなんか働きたくないわよ。ねえみんな。と秋元さんがまくし立てると、俺を含め同僚は上司を囲い、険しい目で上司を睨んだ。その時、上司の顔が一気に青ざめていくのが分かった。俺たちの後ろで上司の上司、つまり営業本部長がこの一部始終を見ていたのだ。もちろん偶然ではなく、これも秋元さんの計画のうちだ。古田くん、これは一体どういうことかね。本部長、いえ、これはですね、昨日飲み会があったんですが、それでこいつらが、と上司が事のいきさつを話し、秋元さんからもこれまでのパワハラの数々の説明がなされた。本部長は俺たちから次々出てくるひどすぎるエピソードに口をあんぐり開けたまま耳を傾けていたが、一通り聞き終えると、もう十分、よくわかった。私の知っている古田くんとはあまりに違うんで驚いたが、古田くん、君には失望したよ。今から私の部屋に来てくれるかね。話がある。そう言って本部長は上司を連れ去っていった。俺たちは作戦がうまくいったことに歓喜し、みんなでハイタッチをした。そう、また4ヶ月後に飲み会があると分かっていた俺たちは、当日上司以外が全員ドタキャンをし、料金を上司に全額払わせるという復讐を思いついたのだった。そして翌日、上司がブチギレるのも織り込み済みで、そこで俺たちが今までの鬱憤を吐き出す。そこへ本部長が来るよう朝一に本部長との月例打ち合わせをセッティングしておく。
何もかもが計画通りに行き過ぎたので、俺は驚いたと同時に、これでようやく上司も痛い目を見るだろうとすがすがしい気持ちになっていた。それから数日後、上司は子会社への左遷と平社員への降格が決まったと知らされ、俺たちはまた歓喜に沸いた。やがて元上司の代わりの人がやってきて、俺たちは心機一転、新しい上司の下で仕事を再開したのだった。外資から転職してきたという新しい上司は、元上司とは全く違うキャラクターで、一見冷徹そうだが、話してみると気さくでとても面倒見のいい人だった。定例の飲み会もランチのお使いもなく、あまりに穏やかな会社生活になった。だが、穏やかすぎて少し寂しいので、俺たちは新しい上司を飲み会に誘うことにした。新しい上司はお酒に強く、酔っ払って人格が変わることもなかった。もちろんパワハラ、セクハラ発言もゼロ。こんな楽しい飲み会があったのかと俺は幸せに思った。そして俺たちは元上司のネタを新しい上司に披露し、大いに盛り上がったのだった。